苦しみからの学びで未来はどこまでも明るくなるよ。失敗や病気といった一見悪いことのように見える出来事を経験すると、神に近づけるよ、強運になれるよっていう話です。神と言っても特定の宗教とは関係ありません。ここで言う神とは、この宇宙を創造した大いなるエネルギーのようなもの。よく、お天道様が見ているから悪いことはしちゃいけないよなんて言われますが、このお天道様と同じようなイメージの存在が神だと思っていただいてもいいでしょう。新型コロナウイルス感染症という現代人が経験したことのない事態に世界が震撼させられました。健康面での不安に加え、物流や人の往来が止まったことによる経済的なダメージに多くの人が苦しんでいます。でも、こういうことも世界に必要だから起きたんです。つまり私たちはここから何かを学ばなきゃいけないことがあるってこと。経験したことのない日常の変化や感染症への不安のせいで、みんな本当に辛いと思います。だけど、このコロナ禍の裏側にあることに目を向けてごらん。そこには大切な気づきがあるから。ここで学んだあなたは、今回の苦しみの大きさ以上に飛躍的に神に近づきます。そうすれば、今、あなたが抱えているやるせなさや恐れは消える。逆風に負けない強さが手に入れられる。そういう人の人生は盤石だし、未来はどこまでも明るい。何もかもうまくいくんです。この苦しみの裏側を覗いてごらんというメッセージを皆さんに伝える時が来ました。そんなひらめきがバリバリバリって降りてきたんです。コロナに限らず、誰もが経験するであろう人生の苦しみから学ぶにはどうしたらいいか。そのために今あなたに必要なことを、あなたの人生に大革命を起こすヒントをご紹介しましょう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は神的まあいいかという本をご紹介します。著者の斉藤ひとりさんは実業家で、その哲学や人生観などを説いた著書がこれまで何百冊と出版され、どれもベストセラーとなっています。本書ではそんな彼がこのコロナ禍を毎日楽しく生きるために必要なコツを教えてくれています。キーワードはまあいいか。この言葉を前向きに口にしていると、だんだん肩の荷が下りて気持ちが軽くなって、病気や失敗などにもとらわれなくなり、生きるのが楽になるそうなんです。気になりますよね。本動画では多くのコンテンツの中からいくつかをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。嫌なことにワクワクできるかい？生きているといいことも悪いことも起きます。多くの人はいいことがあれば神に感謝したり、神に守られていることを感じたりすると思うのですが、嫌なことがあると、たちまちついてないなって感謝の気持ちを忘れてしまう。だけど嫌なことから学ぶと得るものはすごく大きいんです。ついてないなと思う出来事から学んだ人は、その嫌なことをびっくりするような幸運につなげられるんです。いいことからも学びはあるし、当たり前の日常にも学びはある。でも嫌なことからはもっと大きな学びがある。嫌なことの代表格といえば、失敗や病気、怪我などですよね。仕事の失敗、人間関係の失敗、勉強の失敗。人生にはいろんな失敗があるけど、みんな失敗する前から失敗したくないと頭を悩ませ、失敗したら下で、また失敗したらどうしよう、恥をかいた、人に迷惑をかけた、なんて悩みます。また、命あるものの宿命で、私たちは病気や怪我を避けることはできません。どんなに注意深く生きていても、体調不良になることはあるから、大なり小なり苦しい思いをします。大きな病気をすれば、自分だけでなく、家族など大切な人も辛い。でもね、普通は嫌なことのように見える失敗や病気にこそ、いろんな気づきがあるんです。失敗の苦しみを味わえば、他の人が失敗した時に、今この人は苦しんでいるんだから、私まで責めるのはやめようって許せるようになります。病気の辛さを知れば、同じように病気で辛い思いをしている人に対して、何か手伝えることはないかなといたわったり、声をかけたりと優しい心が持てます。そうやって私たちはだんだんと神に近づいていくんです。
苦しい時に気持ちを楽にするコツ。失敗や病気が続くと、神様はなぜ私にこんなに失敗や病気を経験させるのでしょうかっていう人がいるんです。それは神がさせていることではなく、あなた自身が選んできたことなんです。あの世にいるとき、あなた自身が、今世は失敗や病気から学ぼうと決めて、自らそういうシナリオを書いてきたんです。それに対して神は、じゃあ学んでおいで、地球での人生を楽しんでおいでって分け御霊をくださっただけ。そしてあなたの人生を愛を持って見守っているだけ。これが真実です。神は私たちに試練を与えているわけじゃない。どんな形で何を学ぶか、すべて自由にさせてくれている。それってすごい愛なんです。でね、あまりにも苦しい気持ちになるのは、人生は一回きりじゃない。来世もある。再来世もある。その次の人生もある。人は誰もが永遠に生まれ変われるんだということを忘れちゃっているからです。人生が今世一回きりだと思うから、自分ばかり苦しい目にあって不公平なように思うけど、人は何度でも生まれ変わります。永遠に生まれ変われるんだということを思い出せば、少しは気持ちも楽になります。病気や怪我にも教えがあるんだ。病気になったり怪我をしたりすると、なんて不運なんだ。どうして自分がって嘆くと思います。悲しい気持ちになるのはしょうがないけど、病気や怪我を単なる不運として受け止めるだけだと嫌な気持ちになって終わりです。何も成長しない。具合が悪くて辛い時にネガティブな感情に飲まれてしまうのは簡単なんです。でもね、ほんの少しでいいから、ここにどんな教えがあるんだろうって意識してごらん。そこには今あなたに必要な学びがあるんだよね。あなたにしかわからない気づきがある。病気から愛を学ぶ人もいれば、明るい気持ちを学ぶ人もいます。忍耐力がつく人もいるだろうし、看護師さんの優しさがわかる人もいます。人それぞれ起きている現象が違うし、見える景色も違うから、何を学ぶかはみんな違うの。だけど、ちゃんと学べるようになっているんだよね。病気っていろんなことを教わるチャンスなんです。人それぞれにすごく大事な意味があるんです。心だけはいつでも自由で楽しめる。体がダメージを受けると本当に辛いよね。痛みがあるとか、体が思うように動かないとかって命を脅かすことだから、動物として一番のストレスなんです。ただ、体の苦しみで心まで辛くなるのはおかしな話なの。心と体はつながっていると言うけど、主従関係で言えば、体を支配しているのは心。心が主人で、体は召使いなんです。心が体の言うことを聞くって、主人が召使いに使われるのと同じだよ。苦しいのは体であって、心まで辛くなることはありません。心だけはいつだって楽しめるんです。その証拠に、体が痛かろうが苦しかろうが、心が楽しんでいれば、体の痛みが少しは軽くなるっていうことがあります。体に痛みがあっても、自分の意識一つで心を解放することはできる。それによって痛みが軽減するの。心が苦しんだところで痛みが半分になるわけじゃない。それどころか、体の痛みで心まで落ち込んじゃうと、ますます痛みが強くなったり、体が重くなったりします。きっとみんなも大なり小なり経験あるんじゃないでしょうか。心だけはいつでも自由で楽しめるんです。幸福を呼ぶ究極の言霊、まあいいか。病気をするとイライラしたり、腹が立ったりしてどうしようもなくなることがあります。そういう時に、これで 100% 解決するっていう方法があれば楽だけど、残念ながらそういう魔法みたいなものはないんだよね。ただ、言霊の力を借りることはできます。今、私が一番いいと思っている言葉を紹介します。まあいいか。これは、神が教えてくれた究極の言霊を持つ言葉です。世間では、まあいいかって投げやりな意味で使われることも多いのですが、私が言うのはその真逆。神的、まあいいかなんです。神はいつもあなたの味方でいてくれる。あなたは守護霊や指導霊にも守られている。失敗しようが病気をしようが関係ない。
私たちは誰もが神そのもので、愛と光の存在だから何をしてもうまくいく。そんな意味を持つのが、この神的まあいいかです。この言葉をいつも口にしていると、だんだん肩の荷が下りて気持ちが軽くなるし、生きるのが楽になります。神的な道が開かれて、自分は神そのものであるという実感が深まるし、未来は明るいって本気で信じられるようになります。人生に対する安心感が違ってくるから、心は明るくなるし、苦しみも小さくなる。だからどんどん幸せになるし、運勢だって爆上げだよ。でね、最初から前向きな気持ちで、まあいいかが言えないときは、諦めの気持ちでも、投げやりな気持ちでも構わないので、とにかく、まあいいかという言葉を口癖にするといいですよ。最初は投げやりな気持ちがあっても、口にしているうちに自分を尊重し、相手を尊重し、愛で信じる、まあいいかに変わっていくから、大丈夫。世の中、白と黒だけじゃ息苦しくなるよ。神的まあいいかは世の中にある善悪のいずれにも属さないグレーゾーンを意味する言葉でもあります。多くの人はすぐに善悪をつけたがったり、正誤をつけたがったり、白黒つけようとするんだけど、それって自分も他の人も苦しくなるんだよね。この世は曖昧なところがなきゃダメなんです。どっちでもいいやっていう肩肘張らない気楽さも大事なんです。一日の流れの中にだってグレーゾーンはあるんです。朝が来て、昼が来て、その次にいきなり夜が来ることはないよね。昼と夜の間には夕方という曖昧な時間が挟まれている。今日は夕方がなかったね、なんてことは絶対にありません。自然にもグレーゾーンが必要だからです。夕方の夕という言葉は昼と夜を結ぶ夕の意味なんです。いきなり真っ暗になると読めの聞かない動物たちが困ったりする。だから徐々に暗くなってもうすぐ夜ですよっていう合図が必要なの。きちっと割り切れる数学みたいに自然は簡単に区切れないんです。それは人間も同じです。私たちの生活の中には白でもない、黒でもない、そういう部分がいっぱいある。グレーゾーンが欠かせません。というか、そもそもこの世界で起きることの8割は白黒つける必要なんてないの。適度にいい加減でいいんです。それなのに無理やり白黒をはっきりさせようとするから生きづらくなるんです。完璧な善人でいようとか 100% 正しく生きようとすれば必ずどこかで歪みが生じる。人間関係も仕事もスムーズにいかなくなる。でもね、肩の力を抜いてまあいいかを口癖にしているとだんだん気が楽になって辛い気持ちが薄れます。あなたの中でグレーゾーンが広がって自然と笑えるようになる。神的まあいいかは魂を成長させる意識そのものなんです。どんな人生にも深い意味が隠されている。世の中には不治の病や助かる見込みのない大怪我を克服して奇跡的に生還する人がいます。そういう人は神に近づいたから病気が治ったのかと思われるかもしれませんが、別にそういうわけじゃないの。たまたま今世そういう人生だっただけなんです。というより、あなた自身があの世で今世はこういう人生にしようって決めてきたんだよね。不治の病を奇跡的に克服する人生、不治の病で命を落とす人生、病気をしない人生、大切な人が病気をする人生、いろいろなパターンがあります。病気が治らない人は神に近づいてないとか、神に近づいたから病気が治るとか、そういうことじゃないんです。奇跡が起きない人は劣っているかのように思う人もいるけど、それは違う。神に近づけない人はいないし、近づきたいと思った人は誰でも近づけるものだから。みんな頑張っているし、神に守られている。あなたも私も同じように愛と光の存在。奇跡が起きても起きなくても、そのことに変わりはないんだよ。例えば、幼い子供が病気で亡くなると悲しくてどうしようもない。この涙はいつ乾くだろうっていうくらい、周りの人たちは辛いよね。だけどその子は今世、そんな人生を自ら選んできたんです。ものすごく強い魂だよ。自分の死を通じて、周りの人にたくさん愛を教えてくれたり、
大切なことに気づかせてくれたりする。大切な人の学びのために、あえてそういう人生を選んできたってこともあるんです。すべての人生は表面的な出来事だけを見ていては決してわからない、深い意味を持っています。人間はどんな道でも学べるんだよね。今世学べないときは来世で学ぶし、そこで学べなければその先の人生で学ぶ。どの人生でも必ずあなたの役に立つことを学べるんです。どうせうまくいくから心配しなくていい。ネガティブな情報が溢れる中で明るい気持ちになるには、意識的に明るいことを考えるのが一番です。神を信じて一日一日必ず良くなっていくと考えている人と、どうせいいことなんかないと考えている人では未来が大違いだよ。上り電車に乗っかってるのと下り電車に乗っかってるくらい現実が違ってくる。目的地が真逆なんだから当たり前。じゃあ神を信じるとはどういうことですかというと、まあいいか。そう思えばいいんです。何があっても絶対なんとかなるっていう神的まあいいか。神的まあいいかは神を信頼することと同じなんです。そうすると不思議なんだけど、本当にいい方にしか転がらないんです。一見悪いことのように見えても、それはあなたの学びのためなの。あなたに必要だから起きているのであって。あなたがまあいいかって学びさえすれば全て解決するし、明るい未来しかありません。どうでもいい。どっちでもいい。どうせうまくいくから。神を信じ、自分を信じていれば、どう転ぼうとうまくいく。どうせうまくいくから、どうでもいいし、どっちでもいいんだよね。いちいち心配しなくていい。気楽に肩の力を抜いて生きていればいいんです。だから私は、人から悩みを相談されても、あなたの好きなようにしな、としか答えないんです。他人事でめんどくさいとか、投げやりで言うんじゃない。あなたの中には、あなたを全力で守ってくれる神もいるし、守護霊さんも指導霊さんもいる。だから安心して、あなたの好きなように生きればいいんだよ。どうせうまくいくんだからって。本書の結びで、斉藤ひとりさんは、このような大きな感染症はこれが最後。だから未来は明るい、とおっしゃっています。だから、まあいいか、で肩の力を抜いていきましょうと。拡大と沈静化を繰り返すコロナに振り回されて、私たちの生活も心も疲れているところがありますよね。そんな時に、まあいいか、と口にすることで、無意識に感じていた緊張が、ふっとほぐれるんじゃないかなと思いました。本書には、病気や失敗に対する心の持ち方、そしてこの状況について様々な質問に斉藤さんが答えるコンテンツなどが山のように詰まっています。読むだけで温かくなる一冊ですので、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。